こんにちは。まずはこちらの映像をちょっと見ていただきたいんですけども、これは約2ヶ月前に植え替えをしたサラセニアの様子なんですが、我が家で育っているサラセニアの中では一番大きな補充葉をつけてくれて、また株も大きなサラセニアなんですけども、約2ヶ月経った今現在はこんな感じに成長してくれております。たくさんの補充葉を立ち上げてくれて元気に育ってくれております。続いてこちらの映像もちょっと見ていただきたいんですけども、これも約2ヶ月前になるんですけども、去年ついていた古い補充葉を全てカットした時のサラセニアたちの様子なんですが、2ヶ月経った今現在はこのようになっております。こちらもたくさんの補充葉をつけてくれて元気に育ってくれておりますけども、今年食虫植物栽培始めてみようかなって思っていらっしゃる方、ご自分が好きな食虫植物を育てるのが一番だと思うんですけども、中には少し気難しいものであったり、ちゃんと栽培しようと思ったら温室などの設備が必要なものもあります。やはり一番最初に栽培をした食虫植物がうまく育ってくれないと、次っていうような興味が湧いてこないと思うんですよね。で、初心者の方におすすめな食虫植物っていうのはいろいろあるんですけども、中でも特に個人的におすすめなのがこのサラセニアなんですよね。暑さ寒さにも非常に強くて丈夫で育てやすい食虫植物なので、今回は我が家のサラセニアたちの現在の様子を見ていただきながら、少しでもサラセニアの魅力をお伝えできたらなっていうふうに思っておりますので、どうぞ最後までゆっくりご覧になってください。まずは一番最初に紹介したこちらのサラセニアなんですが、これはフラバという種類で、大型のサラセニアなんですが、こう見ると結構立派に育っているように見えますけども、一番大きな補充葉で測ると60センチあったんで、親株のフラバで栽培かって考えると、これは普通サイズだと思います。上手な方が育てると80センチ90センチ1メートル近くまで大きな補充葉をつけます。ただね、私も今年少しでも大きな補充葉をつけさせたいなっていうことで、早めに花芽をカットしたりとね、いろいろやったんですけどね、まだまだねちょっと技術が足りないんでしょうね。ただね、これも結構立派だと思うんですけどね。で、ちょっとこちらにティッシュを詰めてある補充葉があるんですけども、これはですね、できたばかりの補充葉ってまだ柔らかいんですよね。なので周りの補充葉が邪魔をしてうまく口を広げられなかったり、また、こちらの補充葉なんかそうなんですけども、風がちょっと吹いてここの部分から前に折れるようにペコって倒れていたんですよね。なんで、柔らかいうちに、このようにして、矯正ですよね、することで固まってくればちゃんとしたこういった形になってくれるかなっていうことでやっております。おそらくね、これもう何日かやってるんで外しても大丈夫だと思うんですけども、大丈夫ですね。本当ね、この部分から前に蓋する感じでベコって倒れていたんですよね。ただ触るとまだ柔らかいですね。これはちょっとこうしときましょう。で、これなんですけども、これもですねちょっと外すとこの蓋がねちょっと向こう側にグイってなってちょっと曲がってるんですよね。なんで、このティッシュを今まだ柔らかいうちにこのように詰めて少しまっすぐにして矯正をしております。ただこちらのようにですね、内側に曲がっているもの、これはねやってもなかなかうまくいきませんし、無理にやるとこの部分から折れてしまうんでね、やってないんですけども、おそらくこちらの補充葉のここの部分ですね、これが当たっていてこんな感じになったんだと思います。こちらもね、これもちょっとすごいことになっていますけども、ちょっとひょっとこの口みたいになってますけどね、でもこれはこれで面白い形をしてるんでいいかなっていうふうに思っております。続いてのサラセニアなんですけども、今紹介したサラセニアと同じこちらもフラバなんですけども、ルブリコーポラという品種になります。一番の特徴はやはりこの外側の赤と蓋と内側の黄緑、このコントラストだと思います。
で、葉脈の部分もですね、外側も内側もこのように赤く染まって非常に美しいサラセニアですよね。これはカクタス長田さんのところのサラセニアなんですけども、まだちょっとサイズ的にちっちゃいので、もう少し大きく育ってくれればこちらのサラセニアと同じ鉢にですね2つ対に植えることで、両方の美しさがさらに際立つんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどね。本当に美しいサラセニアです。こちらのサラセニアなんですけども、今のルブリコーポラと同じカクタス長田さんのところのサラセニアです。今もね非常に綺麗なサラセニアなんですけども、もう少し時間が経ってくるとこのぐらいの範囲で赤くなってきます。で、今ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、ここに白抜きに点々点ってなっていますよね。ちょっと網目みたいな感じに、これが赤くなることでさらに際立って非常に美しいサラセニアです。これも長く育っていればもう少し大きな補充をつけてくれると思うんですけどね。こちらはルブラのガルフェンシスっていう品種なんですけども、アントシアニンを含まない、アントシアニンフリーとも言われますけども、直射日光下で栽培をしても補充量が緑色のままで、赤い色素を持たないサラセニアなんですけども、これもカクタス長田さんのところのサラセニアなんですが、ちょっとね補充量がねちっちゃいのばかりなんですよね。これも、去年は割とそこそこの補充量がついていたんですけどね、まだまだこれからなんだと思うんで、これからの成長に期待ですね。こちらは園芸王国バスタイムさんで購入したサラセニアなんですけども、品種名はなく無名で購入したんですが、この蓋の感じ、なんか見るとエリマキトカゲみたいな感じがしませんかね。ちょっと表現古いかもしれませんけども、非常に面白い形をしております。また、私はワイルドな感じにも見えるんですけどね、皆さんはどのような感じに見えますかね。こちらのサラセニアも園芸王国バスタインさんで購入したサラセニアなんですけども、まだちょっと補充量が出てきてないですね。これも流しだったんですけども、おそらく片方は、プシタシナの、交配種だと思います。非常に美しく面白い形をした補充量を出してくれるので、また補充量がですね立ち上がってきたら皆さんに紹介して見ていただきたいなと思っております。続いてこちらなんですけども、これは去年違う種類のサラセニアが同時に花を咲かせたので、ちょっとなんちゃってですけどね、交配をしてみました。本当だったら同じ花の中で受粉が完了してしまわないようにちゃんとした処理をして、やるべきなんですけども、ただ、一応ですね、それぞれの花粉をそれぞれのめしべにつけてはみましたけども、本当なんちゃってなんでちゃんとした交配になっているかどうかは分かんないんですけども、一応種ができたんで、まいたんですが、今このようにねたくさんの芽が出てきてくれております。で、種から出たばかりの葉っていうのは、普通の葉っぱみたいな感じですけども、この真ん中から伸びてきているこの葉はですね、もうサラセニアっていう感じしますよね。わかりますかね。まだまだねもう何年もかかるでしょうけども、今後の成長が楽しみなサラセニアです。続いてこちらのサラセニアたちなんですけども、この一番奥のプルプレアベノーサは2年前に購入したサラセニアなんですけども、こちらの3つの鉢のサラセニア、それから、これらを植え替えした時にもぎ取ったバックバルブから出てきたこちらのサラセニア、これはですね、かなり古くから我が家にいてもう10年以上経つサラセニアです。毎年のようにねこのように、たくさん補充をつけてくれます。ただねこちらはちょっと種類名わかんないんですけどね。最後に紹介するこちらのサラセニアなんですけども、2日前に購入したばかりのサラセニアなんですが、カクタス長田さんのところから出ているジュサティップソーパーっていう品種のサラセニアなんですけども、今までちょっと見かけたことがなかったんで思わず購入してしまったんですけどね、同じくカクタス長田さんのところのサラセニアのこの
ジュディス・ヒントルと比べると、ちょっと系統的に似てるかなっていうところはあるんですけども、この蓋の部分がですねちょっとこう違いがあるかなっていう感じですね。ただまだちっちゃな株なんで、もう少しこう成長して大きな補充がついてくれればもっと特徴がはっきりすると思うんですけどね。こちらも今からの成長が楽しみなサラセニアです。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね我が家のサラセニアたちの現在の様子を見ていただきました。今年食虫植物栽培始めてみようかなって思っていらっしゃる方、このサラセニアですね本当に丈夫で育てやすい食虫植物なんで、ぜひ栽培をしてみてください。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思っていらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからもいろいろな食虫植物に関する動画を上げていきますので、またぜひご覧になってください。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画がいくつかあると思いますので、まだご覧になったことのない方はそちらの方もぜひご覧になってください。よろしくお願いします。